いやー、めちゃめちゃ綺麗ですね。皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらのタブレットをご紹介いたします。ドゥージーから出ました T20 Ultra というタブレットをご紹介いたします。ドゥージーと言いますと、こういったタブレット端末もしくはスマートフォンで有名なんですけども、近づく Amazon のセールなどでも結構目玉商品となっているようです。というわけで今回はまずスペックのご紹介、そして開封し外観を見ていきたいと思います。そしてしばらく使った上でのファーストインプレッションをその後お届けしたいと思います。というわけで本日も行ってみましょう。主な特徴をご紹介していきたいと思います。まず一番最初に気になりますのは SoC ですね。メディアテック製のヘリオ G99 を搭載しています。実際のところアンツツスコアをどんな感じなのか後ほどご紹介していきたいと思います。そしてメモリーになりますけど、なんとね 32GB と出ています。まず物理メモリーとして 12GB 搭載しています。プラス仮想メモリーで 20GB 追加することができまして、トータルで 32GB まで上げることができます。これちょっとね今まで見たことのないぐらいのスペックになっています。そしてストレージに関しましては 256GB となっていまして、このあたりもほどほどのスペック感がありますね。そしてこちらのディスプレイになりますけど、なんと12インチとなっていますね。2K に対応していまして、解像度が 2000×1200 となっています。そしてスピーカーはクワッドスピーカーとなっていまして、上下に2つずつ配置されています。横向きにしますと左右に2つずつという形になりますので、4つですね、スピーカーがついています。これもね、なかなかすごいですね。そして次にここも気になりますが、バッテリーの容量ですが、1800mAh となっています。1万超えてきました。これもすごいですね。もりもりとなっていますが、ちょっとモバイルバッテリーじゃないのかなっていうぐらいの大きな容量となっています。そしてデュアル SIM の 4G LTE に対応しています。個人的には POVO の SIM カードを持っているんですが、後ほど差し込んで実際使えるかどうかを見てみたいと思います。そしてこのアウトカメラは1600万画素、そして内側にありますこのフロントカメラですね。これは800万画素となっていまして、顔認証に対応しているということです。顔認証できますと非常に便利になっています。というわけでこれから開封していきたいと思います。というわけで、まず蓋を開けましたら、こういったね、ガラスのフィルムが入っていました。今までね、ドゥージーのタブレットをいろいろレビューしてきましたが、フロントカメラの切り込みもちゃんと入っているんですけども、この専用のガラスフィルム入りっていうのは初めてです。そしてパッケージの中身になりますが、このスクリーンプロテクターのアクセサリーということで、多分貼り付けるための何か入っています。そして USB-C、USB-A の充電ケーブルも入っています。そして USB の充電チャージャーになりますが、海外仕様となっていました。そしてユーザーマニュアル、またワランティーカードも入っています。そして最後にね、こういった SIM ピンも入っているということで、SIM スロットが搭載されていることがわかります。というわけで最初からこのフロボタタイプの保護ケースが付いているのも嬉しいですね。ちなみに保護ケースはこういった感じのね、材質ですね。もう柔らかいシリコンのタイプになっていますけど、これがあるかないかでね、全然使い勝手変わってきますので、めちゃめちゃありがたいです。ここに切り込みがありますけど、保護フィルムが貼られていることがわかります。というわけでね、こちらが本体になりますが、外観を見ていきたいと思います。まず、こちらにね、メインカメラになりますが、先ほどご紹介しました1600万画素のカメラとなっていまして、LED のフラッシュもついています。そしてサイドにはですね、こちら電源キーとボリュームキーがついています。そして上部になりますと、スピーカーがね、このように2つついてますね。反対側を見てみますと、同じようにスピーカーが2つついているということで、クワッドスピーカーということがわかります。さらに USB-C のポート、そしてこちらに SIM スロットがついています。取り出してみましたら、こんな感じの SIM スロットがついていました。デュアル SIM ということで、ナノ SIM、ナノ SIM、もしくはナノ SIM とマイクロ SD カードという、そういったね、排他的な仕様となっています。そして反対側にはこのような金属の端子、そしてですね 3.5mm のイヤホンジャックもこの位置についていました。そしてボディの質感になりますけど、こういったね、サラサラとした音が聞こえまして、金属になっていましてね、非常に肌触りがいいですね。ではね、重さを測ってみたいと思います。ケースなしの重さになりますが、577.5g となりました。スペック値ではですね、568g となりましたので、ややね、誤差はありますね。そしてケース込みの重さになりますが、786.5g となりました。結構ね、やっぱケース入れると重くなりますね。
ということで、今ね、並べていますけど、実はこちらが Doogee の T30 Pro というモデルとなっていまして、以前ね、こちらに出ていますが、レビューをやっています。今回の T20 Ultra に対しまして、一回り小さいっていうのがよくわかりますね。スペックはね、アンツーツベンチマーク40万点ぐらいある、同じチップを搭載しているヘリオ G99 のモデルになりますが、スペックとしましては、先ほどご紹介しましたけども、ワンランク下になってしまうかなという感じですね。メモリーがこちら物理 SIM で 8GB になっています。このモデルはメモリーは 12GB となっていますので、そのあたり物理メモリーでも違いが出ています。そして薄さになりますが、ほぼほぼ一緒かなという感じですね。どちらも薄くなっています。ということで、初期設定していきたいと思いますが、日本語にもね、システム言語としてしっかり対応しています。というわけで初期設定が今終わりましてね、標準のホーム画面になりました。では早速触ってみたいと思いますが、もう早速ね、ジェスチャー機能をオンにしまして、下にあります訪問ボタンや戻るボタンなどを含めまして、それはもう切り替えてあります。では実際にね、動きを見ていきたいと思います。まず、下から上にスワイプしますとね、インストールされているアプリ一覧が出てきますが、標準としましては余分なものはほぼほぼないですね。本当に素の Android という感じがします。そしてね、このホームの左の画面になりますが、おなじみのね、この Google のディスカバリーというかニュース一覧になっていますけども、まだね、バックグラウンドでいろいろ初期設定が進んでいると思いますけども、カクついたような感じはありません。気になるメモリーの部分確認していきたいと思いますが、設定の一番下の方にハイブリッドメモリーとありました。ここを見ますと、ハイブリッドメモリーサイズと出ていますね。1個上げますと 8GB。そして2つ目に 12GB。最大で 20GB 追加することができますね。これはすごいですね。物理メモリーが 12GB。そして仮想メモリーでプラス 20GB まで上げることができますので、今回せっかくですので最大にしていきたいと思います。というわけでこれから自分仕様にいろいろね、アプリなどインストールしてしばらく使ってみたいと思います。その上で使用感を後ほどファーストインプレッションとしてお届けしたいと思います。あれから2、3日ほど使ってみた上でのファーストインプレッションになりますけども、まず最初に気になるところとしましては動作感がどんな感じかですね。まずね、Google マップから見ていきたいと思いますけども、はい、起動させましたら、結構ね、サクサクと表示されましたね。そして動きを見ていきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい。このね、指の動きにしっかりピタッと追従してきてくれます。そして、航空写真に切り替えてみますと、初めてね、このエリア表示させますけども、めちゃめちゃ速いですね。そして、3D 表示になりますが、読み込みもね、早いですね。あっという間に周囲のエリアを読み込んできてくれています。そしてストリートビューになりますが、はい、この表示見ていただきますと、私のこの指の動きにピタッとくっついてきてくれていますね。すごくいいですね。画面もめちゃめちゃ綺麗ですし、この東京の街並みも綺麗に表示されています。では次にゲームになりますけど、どんな動作感かご覧ください。ということで今リアルレーシングのゲームやってみましたけど、動作感ね、全く問題ないですね。センターを使ったハンドリングがメインになりましたけども、もたつき感っていうのはこの映像からしてみて全くなかったことがわかります。自分の思い通りにコントロールすることができますし、なんといってもね、この大迫力のこの画面いっぱいいっぱいまで表示されていますので、本当にね、迫力のあるゲームを楽しむことができます。スマホでね、普段ゲームすることあるんですが、やっぱりこのサイズになりますとね、めちゃめちゃ迫力ありますね。実際車のハンドルぐらいのこの幅があるので、本当に運転しているような気分にもなりました。では動作感の最後に Yahoo ニュースを開いてみまして、実際にどんな表示速度なのかを見ていきたいと思います。一番上のニュースですね。早いですね。光回線の Wi-Fi で接続されていますが、めちゃめちゃ表示は早いですね。そして下の方スクロールしてみても、私の指の動きにしっかり追従してきてくれています。そしてタップして次のニュース開いたとしても、早いですね。あっという間に表示されます。さらに画面を拡大してみますと、文字がね、このようにギザギザになることもなく、
めちゃめちゃ綺麗ですね。そしてまたこの動きにもしっかり追従してきてくれていますので、動作感は本当に申し分ないです。ということで、アンツツベンチマークのご紹介になりますが、私がテストしましたバージョン10になりますけども、414,772 点と結構いい数値が出てきましたね。ここ最近レビューしていますタブレット、ヘリオ G99 のチップに関しましては、40万点前後っていうのが多いんですけども、これはね、40万超えてきた数値になっていて、実際動かしてみても、やっぱりこのぐらいの数値感はあるなっていうのを体感することができました。ということで、私の使用方法に関しましてはね、全く申し分ないんですけど、もっと重いゲームされる方にとってはね、この数値だとちょっと物足りないという方もいらっしゃるかもしれませんが、お値段のことを考えると、このあたりが妥当なのかなという気はします。では次に画質がどんな感じかになりますが、YouTube の 4K 動画を提供していますチャンネルの動画を流してみたいと思います。ここの設定項目の画質のとこですね、1080p になっています。これをですね、最高表示できます 1440p に変えてみました。この上で再生をスタートしてみたいと思います。ということでいかがでしょうか。ちょっとね、ここ上下に黒帯が少し出ていますけど、実はこれですね、少し広げることができますので、ほぼほぼね、そんなに欠けてない状態に持ってくることができますけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。雲のこの細かな描画っていうのもそんなに破綻することなく描画されています。いやー、めちゃめちゃ綺麗ですね。山の稜線の部分もくっきりはっきりと表示されています。そして湖の映像になりましたけど、走っている船の様子、波の様子、綺麗に描画されています。そして氷河の映像になってきましたが、一つ一つ岩の輪郭っていうのもくっきりはっきりと見ることができます。山の稜線の部分もね、はっきりしていますね。ぼやけた感じは一切ありません。山に登るね、こういった道になっていますが、車がね、登っている様子が見れますけども、潰れた感じはありませんね。そして、電車が走っていますけども、水面に映ったこの電車の様子も非常にクリアに綺麗になっています。この山並みの段々となっているこの棚田のような様子もね、本当に美しいですね。というわけでこの Doogee 1020 Ultra 12インチのこのディスプレイ 2K 映像ですね 2000×1200 ということで本当にね高精細に描画してくれます。このディスプレイだけでも結構買いじゃないかなという気はします。では次に気になる音質になりますね。クワッドスピーカーということで、横向きになりました時に左右に2つずつということで、全部で4つのスピーカーを搭載していまして、実際に音がどんな感じなのか、この NCS のサイトを使いまして、著作権フリーの音楽を流してみたいと思います。ということでいかがだったでしょうか。私の耳にはめちゃめちゃ広がりのある音をね、このような形で表現させていただきましたけども、左右から出ている音が本当にね、ここの立体的に聞こえました。音域に関しましては、どちらかといえば広域と中域に関して強めに出ていまして、低音に関しましては、ドスドスとしたような感じはありませんでした。とはいえ、このサイズ感でここまでの音質が出るっていうのはなかなか満足できるんじゃないかなと思いました。そして次に気になるところとしましては、ここの部分ですね、ボルテ 4G という形でアンテナマークが立っています。KDDI ポポと出ています。しかもボルテも自動的に設定されていまして、このアクセスポイントのポポも特に入力せずに自動的に表示されました。ではこちらのスマホを使いまして電話をこちらにかけてみたいと思います。どんな風にコールされるのかご覧ください。発信しました。はい、来ましたね。ここにね、今ガジログと出ていますが、ここに着信したことがわかります。応答と、もしくは拒否になっていますかね。この状態で応答にすれば電話出ることができます。ということで、特に込み入った設定せずに SIM カード差し込んだだけでポポに関しましてはすぐに接続できましたので、このあたりのね、使い勝手っていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。
というわけで今回 DOUGIE の T20 Ultra ですね、ご紹介しましたけどもいかがだったでしょうか。とにかくパワフルでこの画面の質、そして音質もさることながら通話 SIM にも対応しているということでフルスペックになっていると思います。普段から SNS を使ったり、またインターネットで検索したり地図を使ったり、また YouTube とかね、見る方にとってはこの Android でも十分使うことができますので、これが2万円もしくは3万円前後で購入できるというのは結構驚愕じゃないかなと思います。本当にコスパ抜群の T20 Ultra となっています。気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。というわけで DOUGIE は Amazon のセールで結構ね、アグレッシブに価格変更してきますので、ぜひこれから行われます Amazon ブラックフライデーセールもそうですけども、チェックされてみてください。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。